はい、皆さんこんにちは。たまらないテレビのたまらです。今日はですね、二十四節気の冬至に関して説明しますし、またうちのお母さんの手作り小豆のお粥を作って食べてみます。冬至は一年中日が一番短い日なんですね。韓国に二十四節気が宋から入ったのが三国時代ですね。その後1442年セジョン大王の時期ですね。中国とここはやっぱり空が違うんですね。視線が違うわけなんですので誤差が出るはずなんです。だからセジョン大王は民たちのために暦法も作りました。チルチョン山と言いますけれども、そのチルチョン山はですね、太陽と月、火星、水星、木星、金星、土星、1週間のことですね。もともと政治の意味はですね、天のおぼし飯をこの世に実現させることです。つまり、空の星たちがこの世の政治現象を反映すると思ったからです。時代劇ご覧なさるとよく出るじゃないですか。あの星が落ちたからもうこの国は滅ぼすんだろうとか、そういうシーンが出るじゃないですか。そういうものも全てこんな考えで出たものなんですね。ちなみに韓国ではですね、1896年から陽暦を使いました。昔は陰暦を使ったわけなんだから、月の動きを観察して二十四節気も決めたんじゃないかなって思っていらっしゃるかもしれないんですが、これが違うんです。太陽の動きで二十四節気は決められるんです。つまり太陽暦、陽暦のことです。今は訳して陰暦だけを言ってますが、もともと言いますと太陰太陽暦です。つまり太陰、お月様とまた太陽、お日様。つまり月の動きと太陽の動き、両方観察してミックスさせたのが太陰太陽暦です。なぜ月だけでもなく太陽だけでもなく、その2つをミックスさせたんでしょうか。なぜかというと、日にちを計算するには月が一番的確なんですし、でもその月の動きだけを計算したらやっぱり季節が違うんです。季節っていうものは太陽の動きで変わるものなんですので、地球を太陽が一周回るじゃないですか。それを高度と言うんですね。その高度360度を15度ずつ分けて24にしたんですね。それを二十四節気というものです。この二十四節気で一番大事だと思われるのがこの冬至なんですけれども、やっぱり太陽の動きを読むその二十四節気で一番日が短いんだから、その次からはどんどん伸びるわけなんですね。はい。ということで原点だと思ったんです。はい。だから一年の始まりは11月だっていうことですね。陰暦の。宮廷でもですね、この冬至がすごく重要な祝日だと思ったものなんですので、王様と臣下たち、また王世者、はい、だから皇太子ですね、はい、王世者まで、はい、みんなが集まって宴会を披露したものなんです。さらに空を観察する観山眼というところからカレンダーを作って臣下たちに配ったものなんですね。国からいただいたカレンダーはまた官僚たちが自分の親戚などに配るものなんです。それとこの冬至にはですね、小豆のお粥を作って食べるんですけれども、陽暦でもう12月22日、23日が冬至なんですけれども、陰暦の11月の1日から10日までは江戸時、だから子供の冬至ということになりますし、また11から20までの中旬は中冬至、はい、中冬至ですね。また21から末まで、はい、の冬至、老冬至ですね。江戸時にはですね、パッチュ、はい、この小豆のお粥は作るんじゃないです。食べないんです。お化けたちが嫌がるこの小豆で、はい、お粥を作って食べたらやっぱり魔除けにもなりますし、また食べるだけじゃないです。作ったらですね、またご先祖様へちょっとあげますし、家のところどころに全部置いとくんです。
それとまたこの赤い白をですね、家の扉とか壁などにちょっとかけるんです。それも魔除けの一種ですね。じゃん。見えますか？すごい。いい匂い。すごい。はい。それでは今から小豆のお粥を食べてみます。乳毛見えますか？うわ。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです、皆さん。本当にお母さんにありがたいのが、こういうのちょっと手間のかかるものなんですけれども、いつもこういうふうに 100% 材料から始めて、全部ご自分でなさってくださるんですよ。
ありがとうございます、お母さん。うん。これをですね、セアイシムと言うんですけれども、これがなぜセアイシムかというと、鳥の卵のような形をしているということで、セアイシムなんです。このトンチミも食べてみます。やっぱりトンチミはですね、冬には欠かせないものですね、トンチミは。この小豆のおかゆはですね、甘いものがお好きな場合は砂糖を入れてもいいんですけれども、塩を入れて本来の甘みを出すのが私は好きなんですよ。それでうちではこんな感じで食べます。はい、今回は白菜キムチで。すごい。小豆のこの淡白さと甘みプラス、またこのセアイシンのこうもちもち、はい、もち感、はい、これがたまんないんですね。そこプラスまた美味しく出来上がったキムチとまた水キムチ、トンチミ、このコラボは最高です。はい、今日も完食です。ごちそうさまでした。今日の映像はここまでにします。もしこの映像が良かったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは次回も
とばよ